前回の動画でバウハウスを紹介したんですけど、今回はその続編という感じで、バウハウス解散後、そのメンバーのうち3人で結成されたラブ&ロケッツの動画です。バウハウスは1970年代末にポストパンクの流れから現れ、ゴシックロックの成立に大きな影響を及ぼし、ジャンルを代表するバンドとみなされましたが、ラブ&ロケッツはそれとは全く違った方向で成功を収めていきました。今回は彼らの80年代のアルバムを中心に、ギターのダニエル・アッシュがラブ&ロケッツの前に組んでいたユニットトーンズ・オン・テイルも合わせて紹介していきます。まずはおさらいとしてバウハウスについて少し説明します。1978年、イギリスのノーサンプトンで結成され、メンバーはピーター・マーフィーボーカル、ダニエル・アッシュギター、デビッド・ジェイベース、ケビン・ハスキンスドラムスという4人で、ささぐれだったようなポストパンクサウンドとアート志向の強いダークなイメージでゴシックロックの先駆けとなりましたが、1983年に解散しています。解散の原因としては、ピーター・マーフィーとその他のメンバーの間で確執があったと言われています。で、その解散より前の1982年にギターのダニエル・アッシュはトーンズ・オン・テイルというユニットを結成します。バウハウスのローディーをしていたというグレン・キャンプリングがベースを担当して2人組としてスタートしました。打ち込みなども取り入れ、バウハウスではできないことをやろうという意識の強いユニットのように思えます。そして1983年にバウハウスが解散すると、ドラムスのケビン・ハスキンスが加入して3人組となります。この1982年から1983年に EP で Tones on Tail、There's Only One、Burning Skies の3枚をリリース。これはその3枚を収録したコンピレーションアルバムです。リリースは Tones on Tail 解散後の1985年ですね。リズムマシンを使用したりしてダンサブルな要素も強いですが、バウハウスに通じるダークな雰囲気の曲が多く収録されています。Tones on Tail は1984年4月に唯一のアルバム POP をリリースします。シンセサイザーなどを多用し、曲調もバラエティに富んでいますが、全体の印象としてはバウハウスと共通のダークなゴシック的イメージの強い作品です。個人的にはファンキーなウォー、エレクトロポップなパフォーマンス、アンビエントなレインなどが印象的で気に入っています。あとアコースティックなリアルライフも好きな曲ですが、どう聴いてもバウハウスのラストアルバムに収録されていたスライスオブライフによく似ていますね。後のラブ&ロケッツのようなキャッチーさはほとんどなく、過渡期の実験的な作品という印象が強いですが、すごく面白いアルバムだなと思います。あとアルバムには未収録ですが、この時期のシングルの B 面としてリリースされた Go という曲はもうノリノリでキャッチーですごくいいです。Tones on Tail はその後アメリカツアーなども行いますが、1984年後半には解散しています。その後ダニエル・アッシュはバウハウスの再結成を思い立ち、メンバーに打診します。それにデビッド・ジェイ、ケビン・ハスキンスの2人は応じますが、ピーター・マーフィーはその誘いを断ってソロ活動を本格的に始めます。しょうがなく3人は別バンドを作り活動しようということで、ラブ&ロケッツの結成に至ったということです。1985年5月にテンプテーションズのカバーボール・オブ・コンフュージョンのシングルでデビュー。テンプテーションズはモータウンのボーカルグループですが、この曲は1970年リリースで時代を感じさせるサイケデリックなファンクサウンドになっています。そして1985年10月にファーストアルバム Seventh Dream of Teenage Heaven をリリースします。1曲目 If There's a Heaven Above からかなりポップな感じでバウハウスのイメージをもってして聴くと面を食らいます。2曲目のプライベートフューチャーはアコースティックギターのアルペジオから始まり、怪しげな雰囲気に展開していく60年代のサイケデリックロックや
プログレなんかも思い起こさせる曲ですね。3曲目の The Dog End of a Day Gone By は深く歪んだギターとドコドコとしたドラムスに60年代のフォークロックを感じさせるメロディーが乗ります。深くかかったリバーブやシンセの音色が非常にサイケデリックなイメージを高めています。個人的にはラブ&ロケッツのすべての曲の中で1、2を争うくらい好きな曲です。4曲目の The Game は打って変わってこのアルバムで唯一と言ってよいバウハウスを連想させるダークな印象な曲ですが、しかしこれもポストパンクというより60年代サイケ的な感じですね。アナログで B 面1曲目にあたるタイトル曲セブンスドリームオブティーネージヘブンはシーケンスを使ったビートでどこかヒップホップ的でもあるこのアルバムの中では異色の曲です。 B 面2曲目の Haunted When the Minutes Drag はフォークロック的な歌とアコギにシンセドラムとフレットレスベースによるニューウェーブ的なビートが絡む曲。ラストのサウダージはアコギをメインに据えたインストでシンプルなんだけどとても美しい曲です。これもすごく好きな曲ですね。元バウハウスのメンバー3人による新バンドのファーストアルバムですが、親しみやすいメロディー、夜というよりは昼間が似合う、密室的な息苦しさはなく開放的なイメージ。バウハウスとはいろいろな意味で対照的な作品になっていると思います。またボーカルはダニエル・アシュとデビッド・ジェイの2人がとっていますが、ハモっている部分が多く溶け合うように2人の声が合わさっていて、そこも魅力になっています。そして1960年代のサイケデリックロックからの影響が色濃く出ているサウンドでもありますね。それはエコー&ザ・バニーメンなどに代表されるネオサイケの鋭さ、冷たさとも若干違った感じで、アメリカ的な開放感、おおらかさみたいなものを感じてしまいます。そしてそれはラブ&ロケッツのキャリア全体を通して言えることかもしれません。1986年9月にセカンドアルバムエクスプレスをリリース。1曲目 It Could Be Sunshine、 2曲目クンダリニエクスプレス、ともにハードなギターリフが曲を引っ張っていて、これはファーストではあまり見られなかった特徴です。イン&ヤングは非常にテンポの速いキャッチーな曲で、アルバムの中でも特に印象的な曲です。個人的にこのアルバムで一番好きな曲はラストの An American Dream で、アコースティックギターのアルペジオから始まるフォーキーな前半、そしてリズム隊が入ってきて疾走感のある展開になる後半、一粒で二度美味しい曲です。このアルバムはファンの間では代表作に挙げられることの多い人気作ですが、実は個人的にはあまりピンときてなかったんですよね。しかしその原因が最近分かりました。自分はずっとこのアメリカ版の CD で聴いてたんですけど、これは全11曲入りですが、オリジナルのアナログ版は全8曲だそうで、 CD の方は1曲目、6曲目、7曲目がボーナストラックだそうです。ずっと収録時間も長いし、まとまりも悪く感じて、なんかちょっとだるいアルバムだなと思っていたんですが、アナログ版と同じ曲順で聴いたらもうすごく納得できました。今はあんまりないと思うんですけど、昔の CD って時々ボーナストラックが1曲目とかアルバムの途中に入っているのがあって、それちょっとやめてほしいですよね。このセカンドアルバムはサイケデリックロックからの影響はそのままに、よりハードでダークな印象を受ける作品です。ディープで力強さのあるアルバムだと思います。ぜひオリジナル準拠の曲順で聴くのをおすすめします。1987年9月にサードアルバム Earth, Sun, Moon をリリース。1曲目、ファズのかかったギターが印象的なサイケロックナンバーミラーピープルからスタートします。2曲目、ザ・ライトもドロドロとしたサイケデリックナンバーです。しかしそれ以降、アルバム全体としてはアコースティックギターを使用したフォーキーな曲が多く収録されています。特にアナログ版の B 面にあたる7曲目から12曲目が個人的にはとても好きで、特にラスト2曲の
Earth, Sun, Moon とユースが思い入れの深い曲ですね。宇宙的なイメージのサイケデリックフォーク Earth, Sun, Moon、 そしてどこか郷愁を誘うような美しいユース。この流れを聞いていると心が浄化されるようなそんな気持ちになります。個人的にはこのアルバムは一番最初に聴いた時、やはりフォーク的な曲が多くちょっと地味でピンときてなかったのですが、何度か聴くうちにラスト2曲が急に心にじわーっと入ってくる感じがあって、そこからすごく好きな作品になりました。それから何年も後にアシッドフォークにハマるのですが、そのあたりの自分の趣味はこのアルバムが起点になっている気がします。自分がラブ&ロケッツで一番好きな作品はファーストのセブンスドリームオブティーンエイジヘブンなのですが、このアース・サン・ムーンもほぼ僅差で、その時の気分によってはこちらを1位に上げるかもしれない、それくらい好きなアルバムですね。1989年5月にフォースアルバムラブ&ロケッツをリリース。1曲目のタイトルはアスタリスク4つとカッコしてジャングルローと伏せ字の部分があって、歌もところどころ P 音で消されています。サウンドはブリブリに歪んでいるけど、あえて低音カットしたようなガレージロック。2曲目も同系統ですが、ベースもちゃんと入っているノービッグディール。このアルバムはこういったガレージ的な曲とアンビエント的なダウナーな曲が多い印象です。ガレージロック的な曲でいうと4曲目のモーターサイクルがかっこいいです。そんな中で際立っているのがラブ&ロケッツ最大のヒット曲となったSo Aliveで、曲調としてはソウルミュージック的ですが、実際には T-Rex からの影響が強い曲のようです。この曲はアメリカのビルボードでなんと3位を記録していて、結構驚きです。逆に本国イギリスではあまりヒットしていなくて、で実はラブ&ロケッツはキャリアを通して本国よりアメリカでの人気の方が高かったということらしいです。個人的にこのアルバムで一番好きな曲は9曲目のロックンロールバビロンで、これは前作を彷彿とさせるフォーキーな曲です。自分はラブ&ロケッツのフォーク的なアコースティックな面が好きなんだなと常々思っています。このアルバムは So Alive のヒットもあり、ラブ&ロケッツで一番売れた作品ですが、個人的に前の3作ほどの求心力は感じないです。ちょっと散漫な感じがしてしまうんですよね。アメリカでヒット曲を出して順調に活動していた彼らですが、このアルバムのツアーの後活動を休止し、次は5年後1994年にフィフスアルバム Hot Trip to Heaven をリリースしています。その後1996年に6アルバム Sweet FA、 1998年にセブンスアルバム Lift をリリースした後、1999年に解散しています。自分はこのラスト3作のアルバムをほとんどちゃんと聴いていなかったのですが、この間 Sweet FA を聴き直したら、いやこれ結構いいアルバムじゃないと思いまして、今回は詳しく触れられませんでしたが、そのうちちゃんと紹介する動画を作るかもしれません。ラブ&ロケッツというバンド名の由来はアメリカのコミック作品からだそうで、これは1982年から刊行され、オルタナティブコミックというジャンルの先駆け的作品だと言われているそうです。つまり DC やマーベルといったよく知られるアメコミとは違ったアンダーグラウンドなコミックから取られたそうです。またラブ&ロケッツはカレッジラジオからアメリカでの人気に火がついたと言われています。カレッジラジオは大学のキャンパス内を中心に聞かれることを想定した主に学生が運営していたラジオ局で、アメリカ全土に数多く存在していました。1978年には全国のカレッジラジオでのオンエア数を集計したカレッジチャートを掲載する CMJ という雑誌も創刊されました。このカレッジチャートではメジャーな音楽よりもインディー系のパンク、ポストパンク、ニューウェーブ、オルタナティブロックといったマイナーな曲が上位を占めることが多く、その中にラブ&ロケッツやザ・キュアなどのイギリス勢も多く含まれていました。
アメリカのバンドでカレッジチャートから人気になったのは REM が代表的です。こうしたカレッジラジオ、カレッジチャートの存在がアメリカのアンダーグラウンドシーンの活性化につながり、後の1990年代のオルタナ・グランジの大ブームの下地となりました。ラブ&ロケッツのサウンドは60年代のガレージロックやサイケデリックロック、フォークロックなどを80年代的にリファインしたような音楽性、時にラフでダーティー、そしてシンプル。それはアメリカのオルタナ・インディー系を好む層にすごく刺さるものがあったのではないでしょうか。アメリカのオルタナティブコミックから名前を付け、アメリカの過去のロックからの影響を感じさせ、アメリカのカレッジラジオから人気になり、その流れは90年代アメリカのオルタナティブロックへつながっていく。こうしたことを彼らがどこまで意識していたかは分かりませんが、イギリスの音楽シーンで期待された先鋭性、常に新しいことをやらなければいけないという呪縛みたいなものから一旦離れ、自分たちの好きなロックをてらいなくやって、それがアメリカの学生を中心にした若い世代に受け、結果アメリカのチャートで3位にまで上がるという、彼らの曲のタイトルにもあるように、ある種のアメリカンドリームをつかんだと言えるでしょう。で、散々ラブ&ロケッツは1960年代的と言ってきましたが、サウンド的には完全に1980年代のものなので、単純な60年代リバイバルではないです。今聞くとポストパンク、ニューウェーブの香りもプンプンする音です。と同時に曲によってはシューゲイザーやドリームポップ、それからグランジなどへつながるサウンドも個人的には感じてしまいます。現在聞き直してみたからこそ新たな発見もある、すごく興味深いサウンドを出していると思います。はい、今回はラブ&ロケッツの80年代のアルバムとトーンズ・オン・テイルを紹介しました。そのうちメンバーのソロ作品や90年代のラブ&ロケッツを紹介する動画も作りたいと思っています。ちょっと先になるかもしれませんが、気長に待っていただければ嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。